おはようございます。スネドラです。今日は足摺岬経由で一気に道後温泉まで行っちゃおうと思います。距離が長いのでひたすら走る動画になってますが、ぜひお付き合いください。うどん屋さんの田子作です。ここは旅チャンネルの高山さんも他のお遍路さんもみんな寄ってるんですけど、私は前回定休日で寄れなかったので、次があればぜひ寄ってみたいところです。ここを右に曲がると伊豆田峠を越える遍路道になります。ここの峠道はなんとなく気味の悪い道でしたね。足摺岬まであと25キロです。気持ちのいい海沿いの道を走っていきます。民宿いさりび山が見えてきました。ここはお風呂と食事とご主人のキャラクターが素晴らしいんですよね。特に清水サバの刺身が絶品なので泊まってみることをおすすめします。少し行ったところにある民宿くももさんを通り過ぎたら右に曲がって歩き遍路道に入るんですが、やぶこぎすることになるわ、道に迷うわで大変でした。で散々迷った挙句やっぱりもう降りようということで降りてきたのがここなんですよね。結局くももさんから数十メートルしか進んでなくて唖然とした思い出の地です。続いて大木の浜です。大木海岸の砂浜をひたすら歩く遍路道なんですけど、ここが気持ちよかったですね。歩き遍路道でも砂浜を歩くことはほとんどないのでとってもレアな道です。ここを左下に降りるとペンションサライさんです。ペンションではありますが、歩きお遍路さんとかよく泊まられる宿みたいですね。歩きお遍路さんの団体さんがいました。大勢で歩くと自分のペースで歩けないから大変なところもあると思いますけどね。皆さんぜひ頑張ってください。足摺岬まであと2キロです。ここまで来ればもうあと少しですね。岬の少し手前にある足摺岬東川駐車場です。この駐車場がとっても広くて景色がいいんですよね。前回歩き遍路した時もここで海を眺めながら少し休憩した記憶があります。素晴らしい景色です。足摺岬の看板が見えてきました。いや、車だと早いですね。ジョン万次郎の銅像も見えます。今日は時間がないので降りずにこのまま先に進みます。ひたすら4日も歩いて金剛福寺に着いた時には感動しましたけどね。思い出深い土地です。この日泊まった、足摺国際ホテルが見えてきました。お遍路宿の中では奮発した時でしたね。とてもいいお宿でした。ここから先の道なんですが、基本的に歩き遍路の道をたどっていきたいので、辰久市を通って大月経由で宿毛の方に抜けたいと思ってます。松尾トンネルが見えてきました。前回は旅チャンネルの高山さんがトンネル経由だったんでこっち行ったんですが、次回歩くときは峠越えしてみたいですね。そういえば別格6番の龍光院は前回に寄ったので今回は寄りません。もし龍光院がご覧になりたい方は右上のカードをクリックしてもらって当時の動画をお楽しみください。別格霊場も全部回ろうって思ったのが実は龍光院さんを参拝してた時なんですよね。あそこで別格用の農協帳を買って、それがご縁でまた四国に来てると。どんな行為が将来にどう影響するのかっていうのは本当に分かんないもんです。ここを左に曲がるとジョン万次郎資料館があるんですが、有料だったので資料館には入らずに昼飯だけ食って出てきちゃったんですよね。今考えればちょっと申し訳ないことをしたような気もします。辰久市まで残り8キロです。辰久市から先は昼飯食べれる店がないので、ここのローソンで次の日の昼飯を購入する必要がありますと思ってたんですが、実は今回宿泊するホテルオレンジさんでは嬉しいことにおにぎり2個弁当をお接待で作ってくれるんですよね。この右側に見える白い建物がホテルオレンジさんです。従業員の皆様がとても個性的でね、楽しませてくれるお宿でした。そうそう、それで昼飯がダブっちゃってね、ちょっと失敗したなーなんて思ったんですが、結局この日の行程は築山神社へ行くんで峠道もあるしね、おにぎり2個じゃ全然足らなくて2食分あって本当に助かりました。
大津大橋です。この映像だと大したことないように見えるかもしれませんが、歩道を歩いてると景色がすごいんですよ。とっても綺麗なところです。金江崎黒潮展望台です。前回もここ寄りましたね。こんな素晴らしい展望台がさりげなくポコッとありますが、これ場所が場所ならもう恋人の聖地みたいな感じで伝説が出来上がっちゃうレベルの眺望じゃないでしょうか。これぐらいの眺望はいっぱいあるよって言われたらそれまでですけど、それでもここ素晴らしいんですよね。こっちのルートで歩く人はほぼ全員が寄るであろう築山神社は、ここの休憩所を見つけたら左に曲がります。築山神社に行くまでの辺の道もなかなかハードでしたけど、歩いてよかったなと思わせるような道でしたね。この姫の井郵便局が見えた時はもう本当にほっとしましたけどね。ここで諦めずに、道の駅大月まで歩いて、送迎車に乗ってベルリーフ大月さんに向かいました。あのお宿はお部屋も綺麗だし、食事も美味しいし、温泉もあるし、それで1人7000円ぐらいだったんでね、すごいお得なホテルでした。なぜか唐突に戦艦大和の写真をもらった道の駅すくもです。とても貴重な写真だとのことで、今でも大切に保管はしてあります。ついに愛媛県に入ります。車だとやっぱり早いですね。愛媛県最初の札所の40番漢字在寺を越えたら、しばらく行ったところにホテルサンパールさんがあります。この辺りはひたすら国道56号線を歩くんですが、宿が少ない上になぜかお休みだったりして取れないとこが多くて、この辺りから宇和島駅までは宇和島バスで行ったり来たりしながら歩いた記憶があります。ホテルサンパールに泊まった次の日はここのローソンで朝食を食べてから、柏坂遍路道っていう峠道を登って、頂上の津和奥展望台で休憩しましたね。ヘビとかムカデとかスズメバチがいて大変だった記憶があります。やっとの思いで峠道を越えて、ほっと一安心しながら歩いてたんですが、また次の峠道、今度は愛媛の松尾トンネルを越える松尾峠、この山ですね。ここを、また越えました。確かこの山は山頂のあたりで罠に引っかかってるイノシシがいて、相当ビビって小走りで降りてきたんですよね。そろそろ宇和島の町に近づいてきたんですが、時間がやばいのでこの辺りからちょっと高速を使って、上宇和の辺りまで出ます。左に見える東洋軒さんで、夕食食べましたね。この日は宇和パークホテルさんに泊まったんですが、位置的にお遍路さんが泊まることが多いのか、フロントにはいろんな写真とか資料が貼ってありました。右に見える赤いとんがり屋根の建物が宇和パークホテルさんですね。それではそろそろ歩き遍路で通った道から外れて、出石寺の方に向かいます。ここ何日かは天気がいいので大丈夫だと思うんですけど、出石寺も山寺なので雪が積もってないか心配です。走りやすい道だなーなんて登ってたんですけど、やっぱりだんだんこんな感じの道になってきますね。気をつけて慎重に登っていきます。出石寺の駐車場に到着しました。ほとんど人はいないようですね。雪もなさそうです。大きなお大師様がいらっしゃいました。ただ向きがこれお寺の方を向いてるんですよね。本日唯一の参拝なので、時間をかけてゆっくり回ろうと思います。別格霊場7番出石寺です。標高が800メートル近いところにあるお寺なので、景色は抜群です。素晴らしいですね。ただ寒い。とにかく寒いんで、ゆっくり参拝しようと思ったけどやっぱり急ぎます。
なんと長ズバの下の方が凍ってます。本堂と大師堂を参拝して農協所で農協印をいただいたら、さっさと降ります。さっきのお大師様が下からじーっと見てます。なぜか目をそらしちゃう自分が小物すぎてね、嫌になっちゃいます。昨日今日とほとんどお寺回ってないので、ドライブ映像みたいになっちゃってますが、許していただいて、明日からはもう少しお寺増えるんで、最後までお付き合いいただければとても嬉しいです。今日はもう他に寄るところはないので、瀬戸内海沿いに走る国道378号線を使って道後温泉の方に向かおうと思います。この国道378号線は景色がとてもいいよって聞いてたんですが、確かに走ったら綺麗ですね。瀬戸内海だから海も穏やかだし、今日天気もいいし最高のドライブ日和です。伊予市に入ります。そういえば走ってたら下灘駅っていう駅の看板を見たんですが、下灘駅ってなんか聞いたことあるなーってずっと引っかかってて、まだ時間もちょっとあるんで寄ってみました。この駅ドラマとか映画とかでよく使われる駅ですね。日本で一番海に近い駅っていう触れ込みだったような気がしますが、実際に来てみると海と駅は少し離れてますね。高台にあるので、こういう風に見えるんですよ。よくテレビとかで見てる時もすぐそこが海っていう風に思ってたんですけど、どうもそういうことではないみたいですね。今まであまたの映画やドラマのロケ地になったことがいろいろと書いてあります。カップルの聖地になってるのか、インスタ映えする写真をみんなひたすら撮りまくってるんですよね。若いっていいですね。あんまりのんびりしてると道後温泉の観光ができなくなっちゃうので、再び急いで道後温泉に向かいます。松山市に入りました。さすがに松山市内に入ると夕方は車の渋滞もひどくてちょっと時間がかかっちゃいましたが、なんとか道後の辺りに到着です。この辺りは十何年か前に、出張で来た時に車で通ったことがあるんですが、今でもこのいかがわしいお店がたくさん営業してるんですね。これは驚きです。はい、今日宿泊する、道後温泉茶春さんが見えてきました。なかなか大きくて立派なホテルですね。いや、これは期待できそうです。こんなご時世なのでちゃんと営業してるか少し心配だったんですが、何にも問題はなさそうです。今回は1泊2食付きで1人1万2000円だったんですが、10% のポイントパックがあったので賞味1万円ちょっとで宿泊することができました。いや、このホテルは想像してたよりもきちんとしてるというか高級なホテルですね。ホテルが立派で見どころ満載だったので、茶春さんについては改めて別の動画でご紹介しようと思います。すっかり遅くなっちゃいましたが、食事の時間までまだ1時間ぐらいあるので、道後の街をプラッと歩いてみようと思います。空の散歩道。道後の街ってそもそもゆっくり歩いたことがないんですよね。この間も通り過ぎただけだったので、ピュピュッと歩いて回ろうと思います。空の散歩道を上に上がってくると休憩所と足湯がありました。上から道後の街並みも見下ろせます。カラフルなテントで覆われてるのは有心殿玉の湯島ですかね。派手ですね。前回通った時もちらっと見かけたからくり時計です。今回もタイミングが合わずキャラクターを見ることはできませんでした。すぐ横にある足湯は学生さんとかが結構利用してましたね。これは羨ましいです。道後温泉駅はおしゃれですよね。坊ちゃん列車です。
現在は蒸気機関じゃなくてディーゼルで動いてるんですけど、それでも乗る機会があればぜひ乗ってみたいですけどね。いずれチャンスがあればトライしてみようと思います。前回の歩き遍路でも通ったアーケードです。私ここが遍路道なのかと思ったら、地図をよく見るとちょっと違ったみたいですね。夕方ですけど人が少ないようです。左側に見える味倉さんで当時お昼ご飯をいただきました。本当はこの辺りで夕食食べたいなとも思ってたんですが、今回、食事付きのプランにしちゃったんでね、ホテルに戻って食べることにします。ホテルの夕食会場です。いやこれおしゃれですね。すごい。お酒飲まなきゃダメですね。とりあえずよく飲む道後の地ビールと、その後はおすすめの日本酒を飲みながらコース料理をいただきました。どれもこれも美味しくてね、本当にこれで1万円ちょびちょびなんて信じられません。朝食もしっかり作ってあってとても美味しい上に、追加で無料でいろんなものを注文することもできました。いやこれはね、至れり尽くせりです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は13番千隆寺と15番橋倉寺を参拝します。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。